わかりやすいですね。って言うてた。じゃあね、ちょいちょいね、言うとあかんこと言うてるんですよ、警官が。斉藤さんは一生懸命仕事ではないところで傷ついたっていう話をしようとしてんの。なぜか言うたら、俺のツイッターも告訴事実に含めてきてんの。なんでか言ったら、記者会見中だけの発言で、俺のことを訴えたら 100% 公務やから不利になるの分かってるから、私の世界のツイッターも含めて訴えてきてんの。昨日取り調べに行って参りました。取り調べのことなんでね、別に何かがあったかとか、こんなんやったとか、あんなんやったとか、いう、ことは、言えないというか、別に言うても問題ないんやろうけどね。言うても問題ないんでしょうけど、言うのがはしたないというか、みっともないというか、いう感じなので、あんまりあれなんですが、結果としてね、調書は取らなかったですね。そらそうで、そらそうっていうか、調書っていうか、何があって、どうであって、何であったかっていう話は、俺と弁護士で二人で参考資料を合わせると200ページにわたる弁明書というか、1ページを2枚に、A41 ページに A42 枚を印刷する両面印刷で、これぐらいの分厚さの資料を作って送ってあるんですよ。具体的に言うと、430ページかな。別に自分たちで書いたのは、そのうち50ページいくかいかへんかぐらいですけど、残りはその百条委員会の議事録のこっちが思ってる部分とか、第三者委員会の報告書の該当部分とか、報道資料とか、それが何よりも重要なのは、判例事法とか、過去の判例の実例とかを全部入れて、先に送ってあるので、聞くことないんですよ。基本。で、聞くことないんですけど、心情調書って、毎回取られるんですけどね、心情調書って生い立ちとか聞かれるんですよ。生い立ちを聞かれる話になったから、昨日4時から、打ち合わせやって、4時から取り調べが始まって、終わったのが19時半とかでしょ ?8 時前でしょ ?20 時前でしょだから、3時間半ぐらいやっとったんやけど、そのうち1時間半というか2時間弱ぐらい、雪広の話してた。要は、向こうも俺のこと調べて、警察も俺のこと調べてるんですけど、警察が俺のことを調べた俺というのはその物書きで、みたいな感じなわけじゃん。で、物書きという仕事が一体どういうものなのかというお話からスタートしたわけですよ。で、どうやってご飯食べてるんですかみたいな話で、要は。いや、ほんまに、どうやってご飯食べてるんですか言ったら、お茶碗持って食べさせてもらってますってほんまに言うたけど、あ、しもた一生の不覚。えらいことしてしもた。不覚やってやろうと。生年月日聞かれた時に生年月日っていうの忘れた。もう痛恨のミスやな。一生の不覚や。こんな機会なかったのに、ほんまに生年月日言うてくださいって言われたのに。ほんまに言われたのに、生年月日言うてくださいって言われた時に、生年月日って言わない。いっちゃん肝心なところ忘れてる。みんなも気づけた方がええで、いつ言われるかわからんから。生年月日言われた時は、生年月日言うてくださいって言われたら、生年月日って言える自分を作り上げていこうな。で、なんで雪広の話になったかっていうと、どうもお話を聞いてると俺が聞かれる立場やねんけど、昨日は警察官の方のお話もたくさんお伺いしたので、警察官の方のお話を聞いていると、端的に言うと、ご担当の警察官の方があまり読書習慣のある方ではなかったんですよ。そもそもね。だから本に親しみのある方ではなかったので、本を書いて売り上げが立つということが想像できない方だったんです。で、雑誌とかネットの記事でも、そのギャラがどうやっ
って生まれるかみたいな話をしなきゃいけなくなったんですよ。いや、職業を語れと言われたんで。で、職業は僕は著述家と書いてますから、著述家って何ですかって話から始まるわけですよ。いや、だから作家とかジャーナリストとか他の人やったらそう名乗らはるんじゃないかなと思うんですけど、僕は確定申告とかに使う総務省の職業分類っていうのがあって、職業分類にライターとかいう言葉がないので、総務省の職業分類にある著述家という言葉を使っていますっていうとこから始めて、そこに著述家って書いてあるんですかみたいな話になって、はい、書いてあります。政府の資料に、みたいな。いう話から始まって、で、本をどうやってやってるんですかって言われて、いや、こんな風にして書いてるんですって、今年も単調ではなくて強調って、単調音楽の話ですかみたいな。逆代書やみたいになってて。いえ、そうじゃなくて、単調というのは、自助単調っていうのは、自助単調、自助単調。チェケラッチョみたいに自助単調、自助単調みたいな。で、単調と強調っていうのがあって、単調っていうのは自分で一冊書き上げること、強調というのはみんなで一冊書くこと。で、今年はその強調の方ですけれども、強調でもう今年は、合計で、4冊出ることになってるんですとか言うて、はぁ、みたいな話になって。で、それになる前に何してはったんですか？いや、普通のサラリーマンしてました、みたいな話になって。で、サラリーマンやってる最中から記事書いて、まあ、その記事が結構売れたんで、これ自分でもやっていけるなと思って会社員辞めたんです。で、辞めたら案の定辞めた年に日本会議の研究って本出して、ドーンと売れて、ほんで、どれぐらい行ったんですかとか言って、いや、30万部ぐらい行きましたね、とか言って。30万部ぐらいでどれぐらい儲かるんですかって、本の単価かける、売れた部数かける、印税のかける 0.1 です、みたいな。話し、ほう、儲かるんですね。いや、もう、あんまり儲からないんですけどね。半分以上飼料代で消えてますし、だから経費計算してあんま儲かってないんですよ。ああ、そうなんですか。みたいな。そもそもなんでサラリーマンしてはったのに、記事を書こうと思わはったんですか？いや、僕本読むのも書くのも子供の時から好きやったんで、へえ、珍しいですね。って言われて。うん、珍しいかどうかわからんけど、俺子供の時に本読んでた親父に殴られたんで、って。はいや、うちの親父は俺が子供の時に本読んでたら、外遊びに行け言ってもう、しばき回されたんですよ。ほんまに文字通りしばき回されて、ボッコボコにされて、で、よう泣きながら外へ遊びに、おもろないのに行ってました。ほんで、友達の家とか遊びに行って、友達の家の本棚にある本とか読んでたら、ほんならそこの家のお母さんが俺の姿を見て、たもちゃんよう本読む子やねとか言うて、ね、八百屋でうちの母親に会った時に、この間たもちゃんうちに遊びに来てくれた時にずっと本読んでて、たもちゃんは賢い子やね、言うてくれた。いや、やね、言うたらうちの母親は褒めてもうたと思って喜んでるから晩飯の席で、何々くんとこ行った時に本読んでたらしいやん。何の本読んだんとかっていう話をするやん。ほんで親父それ聞いてるやん。ほんで親父は、お前友達の家遊びに行ってんのに家の中で本読んどったんかおかしいやろ小学生のくせに。みたいな。という子供時代でした。みたいな話をしたら。ああ、わかります。親にやめろ言われることの方が好きになりますもんね。そう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 。それ。というところから、幸宏の話になったんですよ。で、そんなんは、確かにこれに書いてへんから。それは聞かなあかんねやろなと思って喋って、ほんで幸宏と、どんなんで殴られたかとか、こんなんやったとか、あんなんやったかって、幸宏の、俺主語ではなくて、幸宏主語の話を、ほんまに2時間弱、1時間半ぐらい、2時間弱やな、やってたんちゃうかな。で、資料は完璧に読んどった。なぜかというと、幸宏の話が終わって、じゃあちょっと事件についてお伺いするんですけど、って言われたから、ああ、まあ、何でも聞いていただいていいですけど、斉藤さんは人殺しってなんで言うたかって、それがどういう意味を持つかいうのは、全部あれに書いてあるから、あの通りですけどね、いう話をしたら。まあ、一応事情聴取なんで、お話として聞かなきゃいけないんで、とか言われたんで。ですかって、これはどうですかって言われたら、もう、こっちの弁明書頭に入ってるから、その通り答えるんやん。ほんなら、ああ、ほんまに弁明書の通りなんですね、って言われて。それ以外ないですからね。
ほんやったら項目の8番の、結語の項目の8番のあの点はどうなんですかとかって、あとはずっと箇条書きの番号、項目数で2人で話してたから、もう向こうは完璧に資料頭に入っとん。じゃあ、雪色の話を2時間弱して、あとは、スマホの撮影、スマホ、俺の、ツイッターの投稿も告訴事実になってるから、スマホの撮影で3、40分かかってて、ほんで、あとは、その項目の、ここはこういうことですか。で、なんで、その判例もつけてあるから、判例読んでくださいよ、とか。いう話、あ、そうですか、って言うて、わかりました、言うて。だったら、最終的に警官が、調書ええかな、みたいな話になって。で、喋り足らんかったから。だって雪広の話して帰ってくることになるやん、それやったら。なぜ菅野保は斎藤元彦を人殺しと読んだか。それが論評としていかに正当か。で、そしてそれを刑事告訴して名誉毀損でましてや名誉毀損で刑事告訴してくること。そのものがいかに愚かな行為であるかとかいうことを、とうとうとしてたんです。とうとうとする予定やったんですよ。だけどなんかもうこれで十分です。紙で、この400ページの資料で十分ですみたいなこと言うから、ちょっと待てよと。途中で15分、20分ぐらいタバコ吸いに休憩させてもらいました。もうほんならこれでええかなって言われて、なんかもう紙とかトントンとかし始めたから、終わってまうやんけこれと思って。で、思ってもちょっと待てよと思ってたら、俺の中のキムタクが騒ぎ出して、おいちょっと待てよになりだしたんですよ。で、おいちょっと待てよと思って。終わんのかよ、これで。俺、雪広の話しかしてへんやんけ。みたいな気持ちになって。ほんなら、こっちから、もうちょっと喋りたいんですけどって言おうかなと思った時に、チャンス到来と。言おうかなと思った時に、向こうから、付け加えることはありますかって一言言われたんですよ。そっから、1時間ぐらい、ずーっといかに斎藤元彦が頭が悪いかって話を警察でしてました。おかしいでしょって。警官途中でクスッと笑ったりしながら。で、事件そのもののことに関してはね、ほんまですねって警官が言うたんは、いろんなこと喋ったんですよ。多分それ警察の職業病というか、警察という職業やからと思うんですけど、一番響いたのはね、内田理子の話です。この間決心して判決確定した旭川の女子高生殺した事件あったでしょって。で、あれみんな女子高生殺した事件言うてるけど、内田理子殺してないっすよ。殺人罪で懲役27年黒たけど、内田理子は殺してないですよ。で、判決見てもうたらわかりますけど、内田理子の弁護側は、殺意のなさと、実行行為のなさを主張してたよと。で、実行行為のなさに関しては、それは裁判所も実行行為はなかったって認めてるよと。でも、あれが裁かれたのは殺人罪ですよと。内田理子が背中をポンと押したことは、事実としてはないと裁判所は認めてるけれども、それでもあかんって話になったでしょ。それよりも何よりも、僕今ここで喋ってたみたいに、内田理子っていうやつが女子高生殺した事件あったでしょって言った時に、おまわりさん今、って言うたでしょって。って言うてしもてるやんって。おまわりさんも、内田理子が人を殺した事件って認識してるやん。直接手を下したわけではないのにもかかわらず。って言うてしもてるということは、内田理子が直接手下したわけでもないのに殺したって認識してるわけでしょ。運転手さん、内田理子を人殺しって論評したんですって話をして。運転手さんって。おまわりさんは内田理子のことを人殺しと論評したんです。僕がやったのはそれと同じことです。あなたが今やったことは、とうなずいたことはそれは論評ですと。で、あともう一つ話したのはね、要は俺痴漢の話するんやけど、実態との距離の話をしたらね、内田理子の事例というのはちょっと実態としてあれやから、事象と論評の距離感がちょっと違うかなと思ったんで、こういう例え話をしたんですよ。電車乗っとって席座っとったらね、向こう側に立っとるおっさんがおると。で、そのおっさんがポケットからスマホを取り出して、隣の女子高生のスカートの中に忍び込ませて盗撮しようとしてると。で、俺の目の前でそれが起こってるから、おまわりさんそれ見たときに、やめんかいって言うでしょって。
言いますね。で、その時に、おい、痴漢やめろって言うたらどうしますって言ったら、いや、痴漢やめろって言いますね。そやけど、盗撮と痴漢違いますよね。盗撮と痴漢は違いますわな。だって痴漢というのは体触らな成立せえへんわけですから。盗撮というのは体触ってへんわけですから。ほんでね、そこでね、俺がもしね、あるいはおまわりさんがもしね、その盗撮しようというおっさんに、おい、痴漢やめろ、言うて、そのおっさんがパッと振り返って、痴漢ちゃうわ、盗撮じゃって言うたらどうします？お前は、俺がやっていない痴漢という事実の適示をして、俺の名誉を傷つけた言うたらどないします？それおかしいですね。おかしいけど、確かにそういう、そのスケベのおっさんに、そういう余地は残ってるでしょと。実際痴漢ちゃうねんから、盗撮は。で、それで行為が止まったわけでしょって僕は、周りの職員さんの反応を見ながら、これは現在進行形のパワハラやと思ったから止めんならんと思ったんだと。止めんならんと思ったから、どないだとしても止めようと思って、まさに、盗撮してる奴に、おい、痴漢やめろっていうのと一緒の勢いでその声を出したんですって。それは僕の仕事のためとか、僕が業務のためにそうやったんではなくて、被害者が現にリアルタイムで発生してるから、その被害を止めなあかんと思ったんですって話をして。電車の中で目の前で盗撮をしようと思ってるおっさんがおった時に、おい、痴漢やめろっていうのと一緒ですっていう話をして、はあ、なるほどっていう。だから、まだこいつ分かってへんなと思って。弁明書の中に斉藤さんがこれまで県民局長のことをどんなことを言うていたかということを、県民局長がまだ生きとった頃。で、県民局長が亡くなった後、ずらずら書いてますけどね。それ一通りを見習われたでしょ？はい、読みました。ほんならさっきの例え話のね、言うたけど、盗撮と痴漢は違うと。はい、違いますね。せやけども、盗撮を見て痴漢と言ってしまう気持ちもわかるでしょ？はい、わかりますね。せやけど、この二つには距離があるでしょと。二つには距離があるでしょ？盗撮と痴漢には。盗撮という実際の行為と、それを論評する痴漢という言葉が指し示すものとの間には、事実としての距離はあります。よねっていうのはありますね。で、それ、ここに取り調べ室の壁があったら壁に手を置いて、盗撮、痴漢。ここに距離ありますよね。あります。斉藤元彦さんがやったこと、という実際の行為と、人殺しという言葉が指し示すものとの間には距離がありますね。同じように。ありますね。でも、どっちの距離の方が短いと思うってなってありました。おまわりさんが、この今の話にそうですね、こっちの方が距離が短いですね、それは遠いですね、とかと言われへんのはわかるけども、読んで、どう思うか、わかるでしょって。という話をしました。で、最後にしたのは、三宮の話です。この間、三宮の丸いの前で斉藤元彦人殺し言うてみんなで集まって太鼓叩いて言うてた集会あったんですよ。ありましたね。俺もそれ行ったんですよ。行ってみて、ちょっと早い、帰らなあかんから先に離脱したんです。解散の前に。で、離脱する俺の後ろ、男の子二人が、若いチャラい男の子が二人ついてきて、センター街側から阪急の駅に渡るごっつい横断歩道ありますやろ？ありますね。そこでそいつらが追いつきよって、俺がその集会におったんと見とったから、止まってる俺に背中から、なんで斉藤さんのこと人殺しって言うんって声かけてきたから、振り返ってちゃんと相手したったんですと。で、君ら高校生かって聞いたら高校生や言うから、ほんならな、校長先生がね、全校集会で特定の生徒を指さして、あの生徒はうちの学校にふさわしくない。あの生徒の言うてることは全部嘘ばっかりや。もうあんな奴はうちの学校にふさわしくないって全校朝礼の時に言うたとせいさ、言うたら。そんな先生おるわけないやんって。もうおったとせえや。おったとして、で、その言われた子が悩んで自殺したとせえや。お前校長先生のことどない言うねん。って高校生になってましたわ、言うたら。わかりやすいですね。って言うたら。言うたらわかりやすい。じゃあね、ちょいちょいね、言うたらあかんこと言うてるんですよ、警官が。電話かけてきた時はそうやねん。いつやあれ。だいぶ前の7月の、7月入った直後ぐらいに電話がかかってきてるんですけど、その時に電話かかってきた時に、
ね、生田署の何々っていう警官なんです。はい。斉藤知事の件でって言わはったから、事情聴取せなあかんのですが。ちょっと、全然事情聴取は受けるけど、それ言うたらあかんことなんじゃんの。なんで知事言うたらあきませんやん。斉藤さん個人でやってる言うてんねんから。じゃあそれは斉藤元彦さんって言わなダメでしょ斉藤知事の件で言うたらあきませんやん。で、電話の時からちょいちょい言うたらあかんこと言うてしもてる人なんですけどね。で、この話を昨日ツイッターにも書いたんですよ。電話かけてくるからちょいちょいおかしかったと。斉藤知事言うたらあかんのに斉藤知事言うたら、斉藤知事個人やないかって支持者の人が言うてるんですけど、それ斉藤さんを殺しに行ってますよ。戦後初めて知事の職権で一般市民を刑事告訴した為政者やっていうことをあなた方が認めてしまってるんです。死んでもそこで知事言うたらあかんねんって。斉藤さんを守るためには。斉藤さん殺したかった斉藤知事が訴えたって言ってたらよ。めちゃめちゃ大事なとこですよ、そこ。こっち側は言うで、斉藤知事が訴えたって。それは俺らが言うことや。斉藤元彦はひどいというときに。これは弾圧であるということを言うときに言う言葉や、それは。弾圧ではない個人として受任限度を超えたから名誉毀損で訴えるのは当然や言うたら死んでも知事って言葉使うたらあかんはずやねん。口が裂けても斉藤元彦さんをかばいたかったら斉藤知事が訴えたって言うたらあかんねん。で、元彦が俺にもしこれが裁判になって元彦の訴えがで検察がこういうこと思ったらあくまでも個人として傷ついたって話をせなあかんねんて。区別がつけよ。もっと言うとね、子という言葉を使うからダメかもわからんけど、詩人斉藤元彦、私人ね、詩人ね、私人ね、公人、公人と私人ね。知事という職業は公の人です。公人です。しかし、斉藤さんがって風呂入ってる時は知事ではないですわな。その時は斉藤元彦知事ではなくて斉藤元彦になってるわけです。私人です。なんぼ公職者言うたがって24365ずーっと公人と違います。ね。で、この公人としてのハーム人の公人としての受任限度と私人詩人の受任限度は違います。風呂入ってる時は斉藤元彦さんです。風呂入ってる時も斉藤元彦知事ではないです。ほなもん知事として頭は洗いながら、ここにある石鹸ボックスに手伸ばすときにいただけるんですかとか言うてられへんからね。斉藤元彦の公務ってそれしかないから、どっか行ってそれくれ言うのが公務やからさ、あいつは。石鹸に手伸ばしていただけるんですかとかね。頭洗わさせていただくとか言わんでええからね。それ仕事ちゃうから。要は仕事じゃない瞬間っていうのはどの人間だってあるでしょで、体洗おうかな、頭洗おうた後、体洗おうかなと思ってタオルにこう石鹸塗りながら、いいんですかっていちいち言わんでええからね。風呂入ってる時ぐらいは。普通に入ったらへんですよ。で、自分で風呂入らへん時があって、こんなちっちゃい箱の中にタバコなんか入って、何吸うのって言われて、キャスターマイルド吸わさせていただいてますって。そこも仕事ちゃうからね。何のことかわからんやつは早く大人になろう。で、こんなちっちゃい紙持ってこられて、何飲むのって言われた時に、お風呂入る前に飲むんですかって、そうね、お風呂入る前に飲んだ方がいいわよって言われて、わかりました。ほな、昆布茶をいただきます。とか言うのも、それは私人です。だってそれ仕事ちゃうねんもん。なんかようわからんけど、こんなんしてはるのを見ながらここでタバコ吸うてる時も、それは仕事じゃないですよ。うわ、めっちゃ回すなぁ、思いながら。向こうさんは仕事かもわからんけどね。でも記者会見場に立ってる斉藤元彦は仕事してる最中ですよ。記者会見場に立っと、斉藤元彦は、風呂入ってる時の斉藤元彦とは違う。どう違うねん。で、こっちは、その仕事中のことで備え言うとんねんから。でも絶対公務中やねんけど、公務中に何言われて何怒っとんねん。いう話ですよ。だから、こっちは斉藤知事が訴えたって言うよ。そやけど斉藤さん悪いことしてへん言うてる側が同じように斉藤知事が訴えたよ。それ斉藤さんを不利にしてんねん。使え。ここを使え。なんで不利になるかわかる？判例いっぱいつけたけど、公職中のやじ、暴言に対する受任限度は、公務中のやじ、暴言等々に対する受任限度は、
公務中でない時のそれよりも違うんですよ。そやから、あなた方がやらなきゃいけないよ。斉藤さんを守る側がやらなあかんのは、斉藤さんは仕事じゃないところで傷ついたって言われる。斉藤さんそれ一生懸命やってんねん。実を言うと俺のことを訴えたのを記者会見中の人殺しだけちゃうねん。斉藤さんは一生懸命仕事ではないところで傷ついたっていう話をしようとしてんの。なぜか言うたら、俺のツイッターも告訴事実に含めてきてんの。なんでか言ったら記者会見中だけの発言で俺のことを訴えたら 100% 公務やから不利になるの分かってるから、私の世界のツイッターも含めて訴えてきてんの。という斉藤さんの設定を、斉藤さんの支持者側が守らんと、斉藤知事が言うてんねん。南波さんと中道さんはツイッターの書き込みだけやけど、俺は実際の発言とツイッターの書き込み両方で言われてんねん。という設定を一生懸命斉藤さん作ってるのに支持者が斉藤知事が言うてんねん。使え、ここを。これ前も話したんやけどね。兵庫の田舎者に言うたかってわからへんと思うけど、よう聞いてや。斉藤さんの言わってることがまともや思ってる人に、よう聞いてや。姫路から向こう、神崎川、尼崎の神崎川から向こうには、他の都道府県ちゅうのがあんねんわ。世界っていうのは兵庫だけちゃうの。で、その他の都道府県含めて日本っていう国やねんな。多分知らんと思うけど。で、日本っていう国は約130年前に明治維新っていうのがあってね。で、その後、ようね、多分難しいから分からへんと思うけど、保守と革新っていう言葉があるんです。言ったら右と左なんですけど。で、僕らみたいな保守の人間、右側の人間、どういうか言ったらね、明治開闢以来って言葉を使うんです。ちょっと難しい言葉やからお父ちゃんとお母ちゃんに聞いてな。明治開闢以来っていう言葉があるんですよ。明治開闢以来。で、開闢ってどういうことか言うたらね。開闢っていうのは難しい字書くねんけど、明治開くと白っていう字も門構えにビャーって書いて開闢言うんやけどね。開闢ってどういうことか言うたらね。キリスト教の聖書あるでしょ？聖書の、旧約聖書の一番最初、神様がこの世界を作ったっていうことがあんねんな。で、それを、神様、最初に光あれと言うたっていう一行から始まるんやけど、あれのことをね、今は天地創造と言うんですけども、昔はね、あれを天地開闢って言うんですよ。開闢っていうのは、深層回転のことを難しく言うと、開闢って言うね。ここまで分かった？姫路の向こう側、尼崎の神崎川の向こう側には、他の都道府県っていうのがあって、世界は兵庫県だけではない。で、その他の都道府県も含めて日本という国。で、日本という国は約30年前、明治維新っていうのがあって、で、僕ら保守側の人間はそれを明治開闢って言うんですよ。深層回転のことを明治開闢って言うんですね。で、明治の深層回転のことを明治維新のことを明治開闢って言うんですよ。で、俺ら保守派の決まり文句があってね、ど根性ガエルの広志の学校の先生、メガネかけてる先生おったでしょ？あの先生がよく教師生活25年って言うて泣いてるでしょ？あれと同じように、俺ら保守派は珍しいことがあったりとかとんでもないことが起こったら、明治開闢以来初めて見るって言うんですよ。これは左翼の人とか使わへん言葉ですよ。俺ら保守派が使う言葉です。先生が、教師生活25年って言うて嘆くのと同じような嘆き方をするときに、明治開闢以来こんなことはなかったってよく言うんです。で、この筆法というのは喋り方という意味ね。難しい言葉使うてごめんね。斉藤さんを支持できてしまう人にレベル合わせて言うてるんです。おそらくですよ。明治開闢以来、これまでの130年の歴史をひっくり返して見てみると、内閣総理大臣、伊藤博文、黒田清隆から始まるね、内閣総理大臣の歴代、百数十代の内閣総理大臣を高市早苗まで並べてみて、日本中から、もっぺんおさらいするけども、姫路の向こう側、尼崎の神崎川の向こう側にも世界っちゅうのあんねんで。その北海道から沖縄までのすべての都道府県から嫌われ、罵られ、メディアで叩きまくられた内閣総理大臣ってね、多分ね、宇野宗介と田中角栄やと思いますわ。宇野宗介っていう総理大臣おったんですよ。で、田中角栄っていう総理大臣もおったんで、総理大臣っていうのが何かわからんかったら、お父ちゃんとお母ちゃんに聞いてね。で、明治政府
というか戦前の大日本帝国憲法時代も含めて、太政官時代も含めてね、残暴率があったんで、まあそんなに、まあ言うても今よりももっとひどい報道はあったんですけど、政治家に対してね。また清浦圭吾もケチョンケチョンにバカに書かれてますね。まあね、あと黒田清隆もケチョンケチョンに書かれてるかな。あと大隈重信もケチョンケチョンに書かれてますな。というようなことはあるけども、まあでもね、田中角栄と宇野宗介は別格やわ。なんでか言うたらね。まあ田中角栄は自分から見せてるとこもあったけど、宇野宗介ね、いとこの子供の通学写真とか、写真撮られて公開されてんね。宇野宗介のいとこの子供やで。それ、はとこ言うの？で、それはね、なんかね、小学校かなんかに行くのに、高級会社で送り迎えしてるみたいな。そんな話。で、宇野一族が贅沢な生活をしてるみたいな。で、別に贅沢でも何でもない。それ、宇野さんが贅沢させてんちゃうねん。よう調べたら、それぞれ仕事してそれぞれお金持ちになってはんねん。関係なく、宇野さんと関係なく。むしろ宇野さんは清廉潔白な政治家で、まあ、300万で愛人囲ってたけど、清廉潔白な政治家で、結構自分は貧乏やねん、宇野さん本人は。そやけど、一族はなんか結構経済的に成功してる人が多くて、宇野さんとは関係なくお金持ちで、宇野さんとは関係なくお金使ってはったわけですよ。にもかかわらず、いとこの子供が、いとこの家が、なんか、宇野さんのいとこの家がこんなに贅沢や、みたいなことを報道されたりとかね。とか、なんか、いうことをいっぱいやられたんですよ。田中角栄もそうですよ。田中角栄は従業員、自分で会社持っとったから田中角栄。そこの従業員の生活とかまでも写真週刊誌に抜かれたりとかして。ほんでもう、それこそ、まあ、田中角栄は人気絶頂でしたけど、まあそこで信濃川河川敷問題とかいろんな贈収賄事件が明らかになって、ダーティーなイメージが突き出したら、今太閤、秀吉の再来とかでメディアが褒めてたのに関わらず、パッと手のひら返して、悪魔、田沼を継ぐ、みたいなこと言われ出して、なって、ほんでもう、田中角栄と長野健二が、まあ、長野健二国際工業って会社とか、田中角栄の何やったっけあれ、新越なんとかっていう会社とか、なんかを、ロッキード事件のちょっと前です。で、ましてやロッキード事件になったらもうえらいこと書かれて、もう、悪魔とか主戦度とか、それで田中角栄の周りでも人死んでるから、それこそ人殺しとか言われたりとかっていっぱいしたメディアに。越後交通です、越後交通。もう、それまでは、秀吉の再来、今太閤、コンピューター付きブルドーザーとかって言うて褒めそやしたのに、もう急に悪魔、主戦度、人殺し、女ったらし、どうたらこうたらってもう書かれまくったけど、内閣総理大臣田中角栄も、内閣総理大臣宇野宗介も、誰一人名誉毀損で訴えてないぞ。レベル君の掛け声の通りですね。器が小さい、声小さい。で、宇野宗介にしてもね、田中角栄とね、斎藤元彦の間にある線引きはね、器の大小では実は違うんです。頭ええか悪いかです。ぜひチャンネル登録といいねボタンを押してください。